はい、どうも、村瀬です。今日はですね、もう待望の待ちに待ってた卓上デスクシェルフをね、ご紹介したいなと思っております。それがですね、こちらのアメソバさんというところから新しく発売されたウォールナットのデスクシェルフでございます。なんかね、これを見て、あれ見たことあるなというふうにね、感じる方もね、いらっしゃると思うんですけれども、そうです。こちらね、デスク沼のね、界隈で、とても有名なね、グローブメイドさんというメーカーのシェルフとですね、かなり似た商品になっております。かくいう自分もですね、グローブメイドさんのデスクシェルフ欲しいなとずっと思っておりまして、ただね、いくつかのちょっと理由があって、購入はちょっと断念してたんですよ。その理由というのはですね、やっぱ日本での取り扱いがなくって、アメリカからの個人輸入をしなきゃいけないということになってまして、そうなるとですね、やっぱ価格がね、高くなってしまうとか、結構ハードルが高いなという状況だったんですよ。で、かつやっぱりホームページとか見てみると、今ね、グローブメイドさんのデスクシェルフ、ラージサイズがね、約270ドルとなっておりまして、円安の影響でね、やっぱ高くなってるんですよね。で、さっき言った個人輸入のね、輸送費とかの関係とかも含めると、日本円で約ね、5万円以上とかね、ザラにしちゃう状態でして、割引クーポンとかもね、発行されてたりするんですけど、それ含めてもやっぱりまあ高いなという状況でして、ちょっと手が出ないなと思っておりました。そんな中で、こちらの商品なんですけれども、もう見つけた瞬間にね、これを買いだとなりまして、速攻で予約して、で、今にね、至るというわけでございます。というのも、この商品は、まず、Amazon で購入することができます。はい。これだけでもマジで嬉しい。で、かつですよ、さらに値段も約18,000円弱となっておりまして、グローブメイドさんで購入する場合の、価格で言うと半額以下でね、購入できちゃうと。で、かつ、Amazon さんなんでね、日本からの発送なので、そういった面でも安心してね、購入することができるっていう。いや、もうマジすごいなと思っております。もう先に言っとくんですけど、この商品ね、もう今時点でもかなり人気出てきてます。もう気づいてる人は気づいていて、で、在庫が結構なくなってきてる状態なんですよ。で、自分は運よくね、もう早く見つけることができて、もう2月のね、購入分、受付分に滑り込むことができたんですけど、もう今ね、3月の受付分が始まっていて、その枠もね、きっとすぐなくなると思いますし、今後もね、品薄状態が続くんじゃないかなと思っておりますので、今ね、この動画見ていただいている方の概要欄にね、リンク貼っておきますので、とりあえずもうね、予約だけして、で、そっからこの動画のね、続きを見ていただければいいんじゃないかなと。もうそれぐらいね、の商品なんじゃないかなと思っております。ちょっとこれはね、言い過ぎだったかもしれないんですけれども、でも、それぐらい言っても過言じゃないというかですね、個人的にはマジで急いで購入した方がいいんじゃないかなと思っている商品ではございますので、ちょっとね、ぜひ、最後まで見ていただければ幸いです。はい。ではね、ここからはですね、グローブメイドのデスクシェルフと比較して、どういった点がね、この購入の決め手になったかっていうところ、ポイントをご紹介しながら、もう組み立ての方をね、進めていきたいと思います。まずはね、パーツの構成なんですけど、こんな感じになっておりまして、天板でしょ？で、その天板を支える足と棚板と、それを支える足と、あと工具とネジという、こんなシンプルなね、構成になっております。箱はね、結構大きな箱で届きまして、かなり厳重に梱包されていたので、包装でなんか傷がつくみたいな心配はね、ないかなと思う。かなり好感を持てるね、しっかりした梱包で届きました。安心してね、購入できるかと思います。で、まずね、天板なんですけど、こんな感じになっております。天板はダークウォールナットになっておりまして、で、もう一つカラーバリエーションとしてはホワイトオークのね、バージョンもあります。で、グローブメイドのウォールナットのものと比べるとですね、若干色が濃いかなという印象はありますね。許容範囲かなと思っております。なかなかね、高級感ある作りになっているかなと思っております。元が2万円近いシェルフなんで、そもそもが高いんですけどね。はい。そこはね、もうちょっと今更ですね。こちら、足についてはですね、アルミと樹脂の組み合わせになっておりますね。こんな感じで。軽くていいかなとは思っております。
グローブメイド製になると、この足の部分が確かコルク製になっていて、デスクの天板がね、傷つかないような素材になっていたかと思うんですけど、そこはね、ちょっとここは違いがありますね。デスクに設置する部分に関しては、ゴムの滑り止めがついておりますので、傷つき防止にもちゃんとなっているという感じですね。で、あと、ネジと、あと予備のゴムのパッド。あとやっぱ、これすごいね。組み立て用のちゃんとドライバーというか、工具がね、ついてきておりますね。これはめちゃめちゃ好感持てますね。いい配慮だと思います。中段部分にあたる棚板はこんな感じになってます。フェルトかなんかのね、クッション材が引かれているような感じになっていますね。で、長さが天板と違ってですね、若干短くなっていまして、約ね、50センチぐらいの幅になっております。はい、じゃあね、ちょっとこちら早速ね、組み上げていきたいと思います。はい、ということでね、組み上がってシェルフはこんな感じになります。めちゃくちゃかっこいいね。今回ね、サイズはラージサイズを購入しておりまして、幅がですね、約107センチ。で、奥行きが23センチぐらい。で、高さが約10センチとなっております。中段のこの棚の部分がですね、ここの部分が約4センチとなっております。で、グローブメイドのラージサイズはですね、幅が約117センチ。で、奥行きが同じく23センチぐらい。で、高さが約10センチぐらいとなっておりますので、こちらのタイプの方が若干ね、横幅が短いタイプになっております。ただ、現在ね、自分が使用しているこちらのデスクがですね、幅150センチの幅なので、両側にね、約20センチずつぐらいスペースが空きますので、個人的にはね、これぐらいの長さがちょうどいいかなと思っております。で、一応ですね、ミドルサイズの発売も3月に予定されておりまして、そちらのサイズはね、約60センチとなっておりますので、デスクのね、サイズに応じてお好みでね、選んでいただければなと思います。で、幅的には27インチのモニターが2枚、ギリギリ並べれるかなといったサイズ感となっているイメージでございます。でね、あとね、個人的にいいと思っているポイントがですね、こちらの棚板の部分ですね。これがグローブメイトと違って、ここの真ん中の途中の部分までしかないんで、実はここまでになっていることによってのメリットっていうのがありまして、グローブメイドはね、ここからもう端まで全部ね、中段というか棚板がね、あるんですけれども、この低い部分と高い部分がね、2種類あるっていうところが、これね、マジでメリットだと思っております。こちらの部分に関しては、だいたい高さが5センチぐらい。で、こちら側の棚板がない方に関しては、約9センチほどのスペースがありますので、なので、例えばなんですけどね、こういったようなクリエイター陣ご用達のマウス、AMX Master 3っていうマウスがあって自分も愛用しているんですけれども、ちょっとですね、背が高いマウスになっておりまして、実はこれね、ここ、引っかかっちゃうんですよ。こっち側の5センチだと、こういったちょっと分厚めのね、ウールのデスクマットを使っていると、引っかかっちゃって入んないんですよね。なんで、グローブメイド製のやつだと、これ収納できなかったんですよ。なんですけど、こちら側に9センチの枠があるんで、背の高いマウスもですね、そのまま不自由なく収納することができるという、これはね、マジで利点かなと思っておりまして、この柔軟性はポイント高いかなと思っております。はい、ということでね、実際に設置してみました。いかがでしょうか？やっぱりね、シェルフがあるだけで、なんか特別感が出てね、すごいいいかなと思っております。基本的にはこういったね、ノート PC の収納や、キーボード、マウスの収納をね、することが目的だと思うんですけれども、やっぱりね、デザインがね、いいんですよね。これがあるだけでデスクが入るというか、めちゃめちゃ極論にはなっちゃうんですけど、このデザイン性だけでもね、マジで買う価値はあるんじゃないかなと思っております。あとですね、注意事項というか設置するにあたってはね、考えておいてほしいことなんですけど、これはね、グローブメイドのものとも同じことが起きるんですけど、このデスクシェルフ自体の奥行きが23センチぐらいありますので、設置する際にはですね、やっぱりね、ある程度奥行きに余裕のあるデスクを準備していただいた方がいいんじゃないかなと思っております。これがもしですね、一般的な、例えば60センチタイプのね、デスクとかになっちゃうと、設置後ですね、作業できるスペースっていうのが
もう40センチぐらいになっちゃって、ちょっとね、窮屈になっちゃうかなと思います。できれば70センチぐらい。であればね、いいのが80センチぐらいかなという感じかなと個人的には思っております。で、今回自分はですね、このデスク、もともと実はもうこれシェルフを置きたいなと思って買っていて、奥行き絶対必要になるだろうなっていうのを前々から思っていたので、実は奥行き80センチのデスクをね、使っておりました。なんでね、今回こちら設置をしたんですけれども、作業スペースは全然ね、取れているので、バランスいい感じになってくれたかなと、個人的には思っております。やっぱりね、キーボード、マウスの他にもですね、例えばなんですけど、オーディオインターフェースとかね、ドッキングステーションとかの収納にもですね、役に立つんじゃないかなと思っております。でも個人的にはね、やっぱこの背の高いマウスとか、充電ドックをね、置いてるんですけど、これとか結構ね、高さ出ちゃうんですよ。で、これとかも実はこのまま収納できます。これはですね、グローブメイドではできないんでね、マジでいい感じだと思っております。ちょっとマジギリギリだけど。でね、いいとこ尽くしのね、こちらのシェルフではあるんですけれども、一つだけね、残念だったポイントがあって、そこをご紹介しておきます。というのも、この足の部分とかのね、やっぱ細かな作りの部分は、若干ね、粗が目立つところもありました。例えば、ここら辺のですね、デスクの足のですね、樹脂の部分に若干バリが残ってたりとか、棚板のこう金属部分になってるんですけど、端っこが一応丸くね、カットはされているんですが、ちょっと尖ってて、これね、普通にピッてやったら指切れるぐらいの感じのね、ちょっと鋭利さがあったりするんで、この辺の細かい作りの部分は若干ですね、残念な部分もあったかなと思います。ただ通常使用していく中ではそんなにね、気になる部分ではないかと思うので、それよりもあまりあるメリットがね、あると思っているので、ここは目をつぶれる範囲かなと個人的には思っております。はい、ということで今回ですね、Amazon で購入できるグローブメイドライクな卓上デスクシェルフ、アメソバさんから出ているダークウォールナットのデスクシェルフをご紹介させていただきました。最後にね、まとめさせていただくとですね、グローブメイド製のシェルフに比べてですね、若干足の部分の素材とかね、さっき言った作りの細かな部分で若干残念な部分もありつつも、ただですね、デザイン面や機能性ともにですね、優れておりまして、むしろね、こちらの方がいいんじゃないかなと思う部分も多々ありました。で、何よりですね、やっぱ Amazon で購入できるっていうハードルの低さ。で、また半額以上のね、価格差がある。このコストパフォーマンスの高さっていうのは、目をつぶってもですね、あまりあるメリットかなと思っておりますので、それこそ全部ね、グローブメイド製で統一するんだ、みたいな、そういった強い意志を持っている方以外はですね、全然こっちを選んでもらってもいいんじゃないかなと思っております。グローブメイドの魅力の一つとして、シェルフ以外にもね、いろんな周辺のアイテムがあって、そのデスクの統一感をね、出せるっていうのが、一ついいところではあるんですけど、実はアメソバさんからもですね、現在、この同じウォールナットを使った周辺グッズもですね、展開されております。はい。PC スタンドだったりとか、あと小物入れとかもね、出てきておりますので、これでね、統一するっていうのも、個人的にね、ありなのかなと思っておりますので、そちらもね、かなりいい感じにデスク改造できると思うので、ぜひチェックしていただければと思っております。で、最初にも言ったんですけれども、ほんと当分の間はこちらね、品薄になると思います。おそらく。はい。なのでね、ぜひ早めにね、ご検討いただくことをお勧めいたします。こちらのチャンネルですね、こういったデスク周りのアイテムや撮影機材をね、レビュー等させていただいているチャンネルでございます。今後もこういった形でいろいろと情報を発信できればなと思っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またコメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。